アニーザ。アニソン居酒屋へようこそ。ようこそ。乾杯。どうも乾杯。お願いします。ようこそようこそいらっしゃいました。どうも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 今日はね、お忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。来ました。はい来ました。アニメーターの井口忠一さんです。久しぶりで。いや本当にいやまさか本当にいやいや来ていただけるといや自は分も来ると思わなかったから。ですよねですよね。勢いで言ってみるもんなんいやですね。行ってみてよかったなとアニー思いました。ザはすぐ本気にしますからね。そうなんです。ということで我々本当にチュンさんなんて呼ばさせていただいてよろしいんでしょうか。はい、よろしいです。遠慮なく。ちょっと恐れ多いですいやいや、よね。もうこうなったらしょうがないですよ。しょうがないでありがとうございます。ドキドキしながらチュンさんとやらさせていただきます。よろしくお願いします。チュンさんはですね、やっぱこれまでものすごい作品に携わられておりまして、もう数が多すぎて、そうそうそう。ね、もうびっくりする。でしかもやっぱり知ってるアニメがものすごく多くて、ああ、そうだね。はい、あれもこれもね。あれもこれもで本当に。ちなみに一番初めに携わられた作品って何だったんでしょ田舎っぺたう。田舎っぺ大将。あ、じゃあそれこそ大左衛門。大左衛門ですよね。そもそもアニメーターになろうと思われたきっかけって何だったんですか。はい。自分がはいちっちゃい時からこう夢見てて、漫画家はい。になりたいなと思って、はい。でもなれないなと思って。あ、そうなんですか。でとりあえずね、高校出てから普通の会社に就職して、一度、はい。もう嫌で辞めて、でたまたま家にいて新聞読んでたら、募集広告、募集がタツノコプロアニメーター募集、まあこう申し込みして入社をされるってところから、だから自分でまあ申し込みっていうか応募して、ちょっと絵を描いて、それも入れて、でたまたま笹川博が見てもらってタツノコ来てもらえば来てくれっていう。だから本当になんかついてたっていうか良かったんだろうね、時代的に。それが何年ぐらいの頃ですか。いやそれはもう今は自分が後期高齢者だからそれが全然見えない。全然見えない。だから21ぐらいかな。21ぐらいの頃ですか。でまあチュウさんが関わられた作品っていうのはものすごいたくさんある中で、我々もやはりね青春を過ごしたアニメで青春を過ごした時代のがすごくたくさんある、それで育ったよね俺ら。そうだから夏休みとかね、そう再放送やってたりとか。確かにリアルタイムで見れなかったものをこう再放送のもので知ってるアニメって多いですからね。で今回はですね、やはりまずはキャシャン、おそらくキャシャン全部関わられてるんじゃないですか。あれはメカ作家、メカニックの作家としてなんですね。でずっともう名前は。そうなんですね。あれ73年ですよね。確か4年間。そうだね。すみません。私生まれる前なんで。言わないで。そんなに違う。だからなんかすごい不思議な感覚になりました。もっと早く生まれてくればよかった。だからさっき言った俺が幼稚園とか小学校低学年とかの再放送でもう思いっきり見てて、フレンダーが大好きで、フレンダーね。で俺小学校1年生の時にうち犬飼ってたんですけど、友達にうちの犬変形するんだよね嘘ついて、で1年生だからみんな信用するんですね。もう俺の中ではうちの犬はもう変形してもうジェットとか何とかになるっていう変身の仕方がすごいですよね。いろんなものに変身してしまう。ジェットとフレンダーがあって、そこのモーフィングを井口さんが描いた。そうです。イメージですか。フレンダーになる前の名前はね、フレンダーじゃないんですよね。
あ、フレンドじゃないでしたっけ？あ、ラッキーだ。ラッキー、そうだ、ラッキー言ってた。すごいね。それは似てますから。そもそもアニソン居酒屋はですね、こういったアニソンを通じてアニソンをこう楽しみましょうよっていう文化っていうのを広げていくのを目的にしてまして、日本のみならず海外の応援してくださる方が非常に多いんです。はい、はい、もう今世界でいうと多分20カ国ぐらいのお友達がこの 1,2 年アメリカのアーディスさんという方からですね、メッセージいただきまして、アーディスさんの自己紹介からさせていただきます。アニイザの皆さんと井口忠一先生、はじめまして、アーディス・カルトンと申します。よろしくお願いします。And hello from America. 自己紹介ですが、これから英語でいい？I've loved anime since I was an elementary school student when I got to see Janguru Taitei in English on TV as Kimba the White Lion. And there wasn't much other anime on TV then. Maha Go 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 was showing in English as Speed Racer, but past that there wasn't almost any. But in 1978, Kagaku Ninjatai Gatchaman showed on American TV under the title Battle of the Planets. And the next year, Uchu Senkan Yamato showed in English on American TV as Star Blazers. And I was just crazy for both of those, loved them. So I was so happy to get to go to Japan as an exchange student in 1980. And wow, I was just in heaven there. And so after I got back and I graduated, I wanted to be a translator and a writer. And I wanted to tell the world about anime and manga because it was fantastic. And there was almost none in the US. And so I wrote a couple of magazine articles. And then after that, I was asked to help write a book. And that book came out 40 years ago this year. Kotoshi 40 shunen. Yikes! This is the book. It's called Robotech Art 1. And there I am, I'm number 2, Ardith Carlton. And I wrote one chapter. It was the chapter on the history of terebi anime in Japan. But still, this was the first book in English on an anime topic 40 years ago. So in the year 2000, I got to move to Japan. I worked in Japan for 19 years. And during that time, I just had a wonderful time getting to go to Anison Lives, getting to go to various events, and getting to shop for things for my collection. And it was just wonderful. And I just had a dream come true when I got to become a vocal student of Miku, who prior to that, she recorded as Mio. She recorded the theme songs to Elgaim and Dunbine. And so I was able to be her student for 13 years. And my stage name was Nasa K. Muyo. So after that, I came back to the U.S. in 2019. And now I am a newspaper reporter and photographer. So that's me. よろしくお願いします。今新聞記者をやられてるっていうことなんですけれども、前回、その前とかはご存知の小川智則先生にも来ていただきまして、でそこでやはり海外のファンの方との交流ですから、海外の方もものすごく喜ばれたのもありますし、逆に小川先生も、海外にそんなに応援してくださるファンがいるってことをやっぱ知れたこともすごく嬉しかったということで、はい、この活動はなんか我々もやっててやる意味があるななんていうのもすごく思いながら、今回は忠さんにもお越しいただきました。はい、光栄です。I first saw Shinzo Ningen Kyashan when I was an exchange student in 1980. I was in Tondabayashi near Osaka, and at that time, the first run shows, the brand new anime series, would run weekly, usually in the evening, and Tatsunoko Pro at that time had Godian and Gatchaman Fighter that were airing weekly at night. But during weekdays, the rebroadcasts of older shows, you could see those 5 days a week, Monday through Friday.
And so for me, that was kind of a history lesson. I wanted to learn more about anime. I didn't know much about it, and I was learning just by turning on the TV, and here were these older shows that, you know, I was learning about anime that way. And so one of these shows, Kyashan, I was really excited to see Tatsunoko Pro in the credits because, you know, I knew they had animated Gatchaman. Higuchi-sensei, I had a question for you. I was wondering, since Kyashan was made during the time that Gatchaman was being made, how did that work at Tatsunoko? Were you both two teams and you were under the same roof? Or were there just a couple people in charge of each series and animators swapped back and forth? Did you have any kind of rivalry with each other? I was just wondering. So yeah, thank you. 私もそのアニメのタツノコのこの年表を見たときに、ガッチャマンとちょうどその、キャシャンが時期が被ってるというか、長いからそこの間に乗っかってきたってことですよね。ちょこっと被ってるかもしれない。その時ってもうやっぱり制作チームって完全別々なんですか？別々で、そうで、作画監督っていうのがまたガッチャマンとキャシャンでいるから、そうなんですね。その辺で大体オーバーラップっていうか、作品が変わってって。チュウさんもでもガッチャマンも携わられてますよね。ガッチャマンの時はね、原画違うんですね。じゃあその役割が違うわけなんですね。だから結局作品別にこう班が分かれてるっていうのは結局分かれてて、でまあ別にそのライバル意識のようなものってそういうのはない特になく、そうなんですね。もう仕事としてね。じゃあ主にまあキャシャンにおいては、チュウさんはざっくりどんなような役割というかお仕事されたんですか？原画が上がってきて、それでその中の例えばロボットとかそれを直すんですね。原画に対して直しを入れるということ。そう直すっていうどこをどう直すんだろうなって思っちゃうんですよね。キャラクターがあって、それをまた見ながら、その原画をちょっとここは違うなと思ったら、それを上から直していくんですね。いやそしてまあ先ほどもちょっとありましたけれども、まあ例えばフレンダーが変身をする、ジェットやらカーやら、何々やら、そこへの変身をすることを何て言いましたっけ？モービングです。モービング。変形でいいですよ。変形でいいですけど、だから形が変わるじゃないですか。今の変形っていうとガチャコガチャコガチャコだからプラモデルで成り立つ変形なんですけど、キャシャーフレンダーの変形って成り立たないじゃないですか。無理が形が変わってってなるんですよね。だから昔はそういう絵でこう変えていく形を。だけど今はもう撮影で全部できちゃうから、昔はやっぱこう逆に面白かった。絵が変わっていきながら形がまた変わって。そこの変形に苦労したことというか工夫したことはありますか？いや割とね時間かからなかった。そうなんですか。割とこんな感じでいいのかなって。でもね、4つあってもほとんど出てこない時もあるんですよね。そうだよね。だから、意外にレンダーカーが少ないとかいう話を聞いたことがあんまりほとんど必要としてない。そう車に使いどころがないだろう車はみたいな。あんまりなるほどね。書いた意味がない。実は飛べちゃうんだもんね。確かにね。
think I first heard about Mirai Keisatsu Urashiman in this issue of my anime.